普段のあられちゃんともチキチくんはこのように別々に暮らしています。別々のケージで暮らして餌もそれぞれ体重に合わせて与えています。ハムスターの体重管理を考えると1匹1ケージが良さそうですが、今回はもちきちくんとあられちゃんの繁殖を試みるため期間を決めて1週間だけの同居をしてみることにしました。いつもはここに2つのケージを並べていますが、1週間の間1つのケージの中で過ごしてもらいます。なぜ1週間なのかというと、メスが発情する周期は4日ごと、丸5日以上経てばその間に必ず1回は発情するので、もちきちくんにもチャンスが来るというわけです。ドボラフスキーの繁殖はやや難しく、もちきちくんとあられちゃんもこれまでに何度かデートをしましたが、今のところうまくいっていません。前回のクリスマスデートもいつもと変わらず片重いのもちきちくんでした。まだ見てない人はチェックしてみてね。動画の後半には今回の反省点と繁殖のコツもまとめているので、よかったら最後まで見ていってください。これからハムの繁殖を考えている人にも何かの参考になれば幸いです。同居1日目。ヒヤンプの時間です。ケージでも一緒にいたのにあられちゃんを追いかけ回しています。あられちゃんに相手にされなかった時、もちきちくんはいつもお砂浴びをします。一日のストレスをお風呂で癒す。人間と同じですね。あれ、また入るの？今何か面白い声がしましたね。これは驚いた時の鳴き声のようです。同居2日目。同居中の餌は念のためいつもの1匹分の 1.5 倍ずつの量をあげました。もちきちくん、ほら食べていいよ。あれ？あれれ。おう。同居3日目。いつも手の上で食べてくれてたのに、同居してから手の上で食べてくれなくなりました。そ
それからいつも2種類の餌を与えているんですが、餌の好き嫌いをするようになりました。あられちゃんが嫌いな餌を同じように残しました。ルート4日目。いつも起きてくる時間に起きてこない。心配になって覗いてしまいました。わあ、びっくりしちゃったね。ごめんね。いつものように遊び出し、ご飯アピール。もちきちくん優しいね。同居5日目。ほとんど変化なしでした。同居6日目。ポチキチくんを見つけて襲いかかるあられちゃん。残っていました。2匹とも餌を素通り、どちらかが多く食べた時のことを考え、多めに入れていましたが、少し多すぎたみたいです。ペレットの量はハムスターの体重の 10% 程度与えます。特に最近のペレットは栄養価に優れていて、少し食べ過ぎただけでもあっという間に太ってしまいます。ただ、妊娠した母ハムには出産の準備として特別食を与えるようです。共同生活をしていると回し車も交代制。時折一緒に走ってみたり。同居7日目。今日で同居は終了です。ここに来て少し変化が見られました。あられちゃんがもちきちくんに毛づくろいをしてあげています。いつになく優しいあられちゃん。相性が重要と言われるドワハムのお見合い。最初は喧嘩ばかりしていた2匹でしたが、今日は今までで一番仲が良いかも。なんと次の瞬間、どこかで見たことのある風景。あられちゃんが来たばかりの頃、ポチキチくんは全然優しくなかった。でも今はあられちゃんに何でも譲っていて、すごく優しくなりました。僕は大人の落ち着いた男なんです。
う少し優しくしてね。さて、ここで今回の反省点と繁殖のコツについてまとめていきます。反省点、餌の量の調節、多くしすぎて残していた。回し車、それぞれの運動量が減った。ケージの広さ、運動量の多い。ロボラフスキーには狭すぎた。などです。続いて繁殖のコツ。発情できる年齢になっていること。気温と湿度が安定している。日照時間が適切である。栄養をちゃんと摂取している。肥満になっていないか。などなど。これはハムスターの飼育本に書かれていた知識の一部です。反省点はまだまだあるかもしれませんが、今回自分で分かった範囲で載せています。おや？さっきまであんなに元気に走ってたのに。なるほど。それが詰まってたから苦しかったんだね。さっきの繁殖のコツを踏まえても、それでもなかなか子ハムができない場合は、メスまたオスに妊娠能力がないや、子宮卵巣系の病気も考えられるそうです。あとは相性が悪いことも。今回はドアハムの繁殖についての動画でしたが、ドアハムにも種類があり、それぞれちょっとずつ違いがあるので、また別の動画で詳しく見ていきたいと思います。ロボラフスキーの妊娠期間は18日から25日間なので、ひとまず1ヶ月ぐらい様子を見たいと思います。君が